2012年5月、アメリカ、テキサス州で始まった、ある男の物語だ。法廷の傍聴席は静まり返っていた。裁判官が判決文を読み上げる声だけが、冷たい空気の中に響いていた。無罪。その2文字が告げられた瞬間、男は崩れるように膝をついた。傍聴席にいた家族が駆け寄り、抱き合いながら声を殺して泣いた。14年という歳月が、ようやく終わりを告げた瞬間だった。しかし、誰も彼に声をかけなかった。検察官は書類を静かに片付け、警察署長は視線をそらしたまま退廷した。謝罪の言葉は一つもなかった。無罪が確定したその日、国家を代表するはずの人間たちは、まるで何事もなかったかのように法廷を後にした。男の名はマーカス・ウィリアムズ。彼が強姦罪の疑いをかけられたのは、2012年のことだった。証拠は乏しく、アリバイもあった。それでも彼は有罪とされ、塀の中に消えた。家族との時間も、青春も、未来も、全てが奪われた。14年後、DNA 鑑定技術の進歩が真実を暴いた。現場に残されていた証拠物から採取された DNA は、マーカスのものとは一致しなかった。真犯人は別にいた。司法の誤りは、数字として明確に証明された。だが、証明されたのはそれだけだった。謝罪はなかった。保証の申し出もなかった。国家は沈黙を貫いた。14年間、不当に自由を奪われた男に対して、警察も、検察も、裁判所も、誰一人として、申し訳なかった、とは言わなかった。マーカスは語る。僕が欲しいのはお金じゃない。ただ、誰かが責任を認めて欲しかった。と、その言葉を胸に、彼はついに国家を相手取った損害賠償訴訟を起こす決意をした。法廷で彼は叫んだ。誰かが責任を取らなければならない。と、その声は、静かだったが、確かに震えていた。これは、司法に人生を壊された一人の男が、再び立ち上がる物語だ。では、事件が起きる前、マーカスはどんな日常を送っていたのか。次は、全てが始まる前の、ごく普通の彼の生活に遡ってみよう。マーカス・ジョンソンは、テキサス州ヒューストンで生まれ育った。どこにでもいる。ごく普通の青年だった。朝は早起きして、近所のコーヒーショップで一杯のブラックコーヒーを飲む。それが彼の毎日の始まりだった。仕事は地元の建設会社での現場作業員。体を動かすことが好きで、汗をかくたびに達成感を感じると、いつも笑って話していた。給料は決して高くなかった。それでも文句を言ったことはなかった。母親のグロリアと、妹のシャーリーン。その二人のために、毎週末必ず実家に顔を出した。母の手料理を食べながら、たわいない話をする時間が、彼にとって何よりも大切なひとときだった。夢もあった。いつか自分の会社を立ち上げたい。小さくてもいい。自分の手で建てた建物が、街に残る。そんなシンプルな夢を、マーカスは大切に胸の中で温めていた。近所の人々からの評判も良かった。あの子はいつも挨拶してくれる。困った時に助けてくれた。そんな声が、彼の周りには自然と集まっていた。特別な人間ではない。英雄でもない。ただ、誠実に生きようとしていた一人の男だった。2012年、マーカスは31歳だった。仕事は順調だった。少しずつ貯金も増えてきた。妹の誕生日には小さなプレゼントを贈り、母の誕生日には花束を持って実家を訪ねた。そういう男だった。休日には友人たちと近くの公園でバスケットボールをした。笑い声が絶えなかった。誰もが彼の周りに集まった。その日常は、誰が見ても穏やかで、暖かかった。しかし、その穏やかさは、ある一日を境に、跡形もなく消えてしまうことになる。何の前触れもなかった。まさかその日が、自分の人生を根底から覆す日になるとは、マーカスは夢にも思っていなかったはずだ。平凡な朝だった。いつも通りコーヒーを飲んで、いつも通り仕事へ向かった。だが、夜が来た時、彼の世界は一変した。2012年、アメリカ、テキサス州、夏の終わり、まだ熱気が残るある夜のことだった。地元の女性が、帰宅途中に何者かに襲われた。被害者は警察に通報し、捜査が始まった。当時、マーカスは35歳。
地域の工場に勤めるごく普通の男性だった。近所に住んでいた。それだけが彼の運命を狂わせた。被害者の証言は断片的だった。暗い中での出来事だったため、顔の細部まではっきりとは見えなかったという。それでも捜査員は容疑者候補として近隣の男性数名の写真を被害者に見せた。その中にマーカスの顔があった。被害者は長い沈黙の後、マーカスの写真を指さした。この人だと思う。という一言だった。思う。という曖昧な言葉だった。確信ではなかった。しかし捜査員たちは、その言葉を確認できた。と記録に残した。そこから先は、恐ろしいほど早かった。マーカスはアリバイを主張した。事件当夜は自宅にいたと言った。しかし証人がいなかった。一人暮らしだったからだ。捜査員は彼の言葉を信じなかった。過去に軽微な前科があった。それも不利に働いた。一度、疑わしい人物というレッテルを貼られると、あらゆる事実がそのレッテルを補強する方向に解釈されていった。DNA 鑑定の要求も、当初は退けられた。証拠は十分だ、と検察は言い切った。目撃証言がある。状況証拠もある。それで十分だという判断だった。マーカスは必死に無実を訴えた。弁護士を求めた。何度も異議を唱えた。しかし、その声は法廷という壁に吸い込まれ、消えていった。逮捕から起訴まで、わずか数週間のことだった。近隣住民は彼を遠巻きに見るようになった。仕事仲間は連絡を絶った。家族でさえ、どう接すればいいかわからなくなった。社会は静かに、しかし確実に、彼から離れていった。誰かが、彼は犯人だ、と断言したわけではない。ただ、誰も、彼は無実だ、とも言わなかった。その沈黙が、彼を孤立させた。法廷の外では、すでに判決が下されていた。そして間もなく、法廷の中でも、同じ結論が下されることになる。法廷の外では、すでに判決が下されていた。そして間もなく、法廷の中でも、同じ結論が下されることになる。2012年、テキサス州、警察が彼の自宅を訪れたのは、早朝のことだった。ドアを叩く音が響いた瞬間、彼はまだ何も知らなかった。捜査官たちは無言で手錠をかけた。容疑は強姦。彼には身に覚えのないことだった。取り調べ室に連れ込まれた彼は何時間も尋問を受けた。お前がやったんだろう、と言わんばかりの圧力が繰り返しかけられた。彼は否定し続けた。しかし捜査官たちの目は最初から決まっていた。証拠の精査は驚くほど粗雑だった。被害者の証言だけが事件の核として扱われた。目撃者はいなかった。物的証拠も決定的なものではなかった。それでも捜査は彼を中心に進んだ。弁護士が用意されたのは起訴の直前だった。国選弁護人は多忙で準備の時間は十分ではなかった。法廷に立った彼は孤独だった。検察は自信に満ちた口調で証拠を並べた。しかしその証拠には見えにくい亀裂があった。DNA 鑑定は当時の技術では不確定とされた。不確定は無罪ではなかった。しかし有罪の証明にもなり得なかったはずだ。それでも陪審員たちは有罪の評決を下した。わずか数時間の審議だった。裁判長が判決を読み上げた時、彼は言葉を失った。14年の実刑。彼は何も盗んでいない。誰も傷つけていない。それでも国家は彼から14年という時間を奪うことを決めた。法の名のもとに、手続きの名のもとに、正義の名のもとに、廷内は静かだった。誰も立ち上がらなかった。誰も、待ってください、とは言わなかった。彼を信じると言ってくれた人は、その場に一人もいなかった。手錠が再びかけられた。護送車のドアが閉まった。外の光が、少しずつ遠ざかっていった。そして彼の人生は、鉄格子の向こうで続いていくことになった。鉄格子の向こうで、時間は止まっていた。いや、正確には違う。時間は流れていた。ただ、彼だけが取り残されていた。週刊初日の夜、彼は壁を見つめ続けた。何も考えられなかった。何も感じられなかった。ただ、冷たいコンクリートの感触だけが、現実を伝えていた。刑務所の中では、
朝が来るたびに絶望が更新された。起床の合図、点呼、食事、作業、消灯、その繰り返しが日々を構成していた。しかし彼にとってそれは生きることではなかった。ただ日付が変わっていくだけだった。1年が過ぎた、3年が過ぎた、5年が過ぎた。外では季節が変わり、人々が年を重ねていた。しかし彼の時間だけが凍ったまま動かなかった。家族の顔が少しずつ記憶の中で薄れていった。母親の声を思い出そうとしてもうまくいかない日が増えた。それが何よりも怖かった。罪を犯していない、その事実だけが彼を支えていた。だがその事実を信じてくれる人は塀の外にほとんどいなかった。習慣から数年が経った頃、彼は一度だけ諦めようとした。もう戦えないと思った夜があった。証明できない、聞いてもらえない、信じてもらえない、その3つの言葉が頭の中でぐるぐると回り続けた。しかし翌朝、彼は目を覚ました。理由はわからなかった。ただ目が覚めた、それだけだった。生きることを選んだというより、生きることをやめられなかった。その小さな執念が14年という歳月を支えていた。刑務所の中で彼は記録をつけ始めた。日付、出来事、感じたこと、誰かに見せるためではなかった。ただ自分が存在したという証を残したかった。消えてしまわないように、忘れられてしまわないように、彼はここにいると。その記録が後に重要な意味を持つことを当時の彼はまだ知らなかった。14年間誰も謝らなかった。誰も振り返らなかった。しかし彼を諦めなかった人たちが確かに存在していた。塀の外で静かに動き続けていた人たちが、塀の外にも戦いはあった。静かな戦いが声にならない声を拾い続けた人たちがいた。彼の母親は息子が収監されてから1日も諦めなかった。面会室のアクリル板越しにいつも同じ言葉をかけた。あなたは無実だ、必ず証明してみせると。その言葉だけが彼をつなぎ止めていた。弁護士のキャロライン・ハーパーが最初にこの事件に関わったのは収監から5年が経った頃だった。冤罪事件を専門に扱う市民法律団体が彼の記録を見つけたのだ。分厚い裁判資料を読み込んだ彼女は一つの疑問に突き当たった。なぜ DNA 鑑定が最初から行われなかったのか。答えはどこにも書いていなかった。それ自体が答えだった。ハーパー弁護士は仲間を集めた。法医学の専門家、元検察官、そして複数の調査員、全員がボランティアだった。報酬などなかった。あったのはただ一つの確信だけだ。この男はやっていないという確信が。調査は難航した。証拠品の一部はすでに廃棄されていた。担当刑事はすでに退職し、連絡が取れない状態だった。検察側は資料の開示を渋った。それでもチームは動き続けた。古い保管庫を掘り返し、忘れられた証拠袋を探し出した。そこに一本の綿棒が残っていた。14年間誰にも注目されることなく棚の奥で眠っていた綿棒が、市民団体イノセンスプロジェクトもこの動きに合流した。テキサス州内で起きた冤罪事件として全米規模で注目を集め始めた。新聞記者がこの件を記事にした小さな地方紙の記事だったが、インターネットで拡散された。読んだ人々の多くが怒りを覚えた。署名活動が始まり、数万人の声が集まった。それでも当局は動かなかった。公式なコメントすら出なかった。だがハーパー弁護士は言った。沈黙は無関係を意味しない。沈黙は逃げているということだと。彼女の言葉は鋭かった。そして正しかった。古い綿棒から採取された DNA が最新の技術で解析されようとしていた。その結果が出れば全てが変わる。全てが明らかになる。古いサンプルが眠りから覚めようとしていた。2026年、科学は14年前とは別物だった。ハーパー弁護士が取り寄せたのは事件当時に採取された綿棒だった。証拠保管室の奥深くにひっそりと保管されていたものだ。誰も触れようとしなかった。誰も確認しようとしなかった。それが問題だった。
最新の DNA 解析技術は、微量な痕跡からでも、明確なプロファイルを導き出すことができる。14年前には不可能だったことが、今は可能だった。結果が届いたのは、ある静かな朝のことだった。ハーパー弁護士は、その数字を何度も見返した。一度では信じられなかった。二度見ても、同じだった。DNA は、マーカス・ウィリアムズのものではなかった。完全に、別人だった。それだけではなかった。データベースと照合した結果、その DNA には一致する人物が存在していた。事件当時、捜査線上に一度も浮かばなかった人物だ。なぜ、浮かばなかったのか。それは、偶然ではなかった。内部告発者が現れたのは、その直後だった。元捜査官の一人が、匿名でハーパー弁護士に接触してきた。あの捜査には、おかしな点があった。と、彼は言った。証拠の一部が、報告書に記載されていなかった。と、沈黙を破るのに、14年かかった。目撃者の証言も、再び注目を集めた。当時、別の人物を見たと言っていた女性がいた。しかし彼女の証言は、捜査の初期段階で退けられていた。理由は、記録に残っていなかった。記録がない、ということは、存在しなかったことにされていた。ハーパー弁護士は静かに言った。証拠は、最初からそこにあった。ただ、誰かが見ようとしなかっただけだ。と、真実の糸口は、突然現れたわけではなかった。ずっと、そこにあり続けていた。マーカスは報告を受けた夜、何も言わなかった。ただ、窓の外を見ていた。怒りでも、喜びでもない、何か、もっと深いものが、彼の中で動いていた。14年間、信じ続けたものが、ようやく形になろうとしていた。そして次に起きたのは、法廷での本当の反転だった。証拠は、最初からそこにあった。ただ、誰かが見ようとしなかっただけだ。弁護団が再審請求書を裁判所に提出したのは、マーカスが収監されてから14年目の冬だった。分厚い書類の束には、新たな DNA 鑑定報告書が挟まれていた。被害者の体から採取された DNA は、マーカスのものとは一致しない。それが科学的事実として、白紙の上に刻まれていた。裁判官は静かに資料を読んだ。法廷内に、音がなかった。検察側は異議を唱えた。証拠の保管状況に問題があると主張した。しかし弁護団は一つ一つ、丁寧に反論した。証拠は正しく管理されていた。汚染もなかった。そして、鑑定結果は疑いの余地がなかった。その瞬間、法廷の空気が変わった。IMG、裁判所の内部、静まり返った法廷。弁護士が書類を掲げる場面。さらに決定的な事実が浮かび上がった。別の人物の DNA が、現場から検出されていたのだ。捜査段階で見落とされていたその痕跡は、真犯人の存在を静かに示していた。誰かが、最初から間違った方向を向いていた。そしてその間違いは、一人の人間の14年間を奪った。最新の判決が下されたのは、請求から8ヶ月後のことだった。裁判官は言った。証拠の評価において、重大な誤りがあったと認める。原判決を破棄する。と、無罪。その2文字が読み上げられた瞬間、マーカスは動かなかった。泣きもしなかった。ただ、正面を見つめていた。隣に座った弁護士が肩に手を置いた。それでも彼は、黙っていた。法廷の外には、支援者たちが待っていた。しかし警察署長は来なかった。検察官も来なかった。誰一人、彼に声をかけなかった。無罪判決が出た日、謝罪の言葉は、どこにも存在しなかった。マーカスはその夜、一人で空を見上げた。怒りは、もうなかった。ただ、静かな決意だけがあった。誰かが責任を取らなければならない。彼は翌日、国家を相手取った損害賠償訴訟を起こすことを決めた。無罪を勝ち取っただけでは、終わらない。本当の戦いは、ここから始まる。次回、無罪のその後、マーカスが法廷で叫んだ言葉の意味を、明らかにする。無罪判決が出た。しかし、それで終わりではなかった。マーカスが刑務所の門を出た日、出迎えてくれる人間は、ほとんどいなかった。社会は、静かに続いていた。まるで、何事もなかったかのように、14年という時間は、あまりにも長かった。
彼が入所した時、まだ若かった。出所した時、鏡に映る顔は自分のものとは思えなかった。白髪が増えていた。目の奥の光が変わっていた。最初の夜、彼はベッドの上で眠れなかった。天井を見つめながら、ただ時間が過ぎるのを待った。自由のはずなのに、体が自由を信じられなかった。それが、14年間の傷の深さだった。保証金は、一部支払われた。しかし、金銭は時間を返さない。失った青春を、取り戻すことはできない。家族との関係は、すでに修復できないほど壊れていた。母は、待ち続けた末に病を得た。友人たちは、それぞれの人生を歩んでいた。マーカスは、社会復帰のための支援を求めた。しかし、手続きは複雑だった。住む場所を探すだけで、何週間もかかった。仕事の面接では、前歴の説明を求められた。無罪だと伝えても、相手の目に疑いが残った。無罪とは、社会にとって、証明できた無実ではなく、記録に残った前歴として扱われることがある。その現実が彼を何度も打ちのめした。トラウマは目に見えない形で続いた。人混みが怖かった。制服を見ると体が固まった。夜中に突然目が覚め、独房の夢を見た。それは釈放から何ヶ月経っても消えることがなかった。それでもマーカスは歩き続けた。彼が国家を相手取った訴訟は長期化した。弁護士費用は膨らんだ。証人の確保も容易ではなかった。しかし、彼は諦めなかった。法廷の場で彼はこう述べた。私が求めているのは金ではない。誰かが間違いを認め、同じ過ちが繰り返されないようにすることだ。と、その言葉は静かに、しかし確かに、傍聴席に届いた。変わったこと。そして変わらなかったこと、それが混在したままマーカスの日々は続く。次回エピローグ。この物語が私たちに問いかけるものとは何か。マーカスが法廷で言った言葉をもう一度思い出してほしい。私が求めているのは金ではない。誰かが間違いを認め、同じ過ちが繰り返されないようにすることだ。と、その言葉は怒りではなかった。絶望でもなかった。14年という時間を生き抜いた人間だけが持つ静かな確信だった。2026年の今もなお、この裁判は完全には終わっていない。国家は責任を認めていない。警察も検察も裁判所も誰一人として彼の目を見て申し訳なかったと言っていない。ただ一枚の DNA 鑑定書が全てを変えた。しかしそれが明らかになった日でさえ、所長は彼に一言も声をかけなかった。正義とは何か、私たちはよくその言葉を使う。だが、本当に正義が機能しているなら、なぜ無実の人間が14年も牢の中に閉じ込められたのか。なぜ誰も責任を取らないのか。制度は人間が作るものだ。そして、人間は間違いを犯す。それ自体は避けられないことかもしれない。けれど、間違いを認めないこと。それは、選択だ。マーカスの戦いは一人の男の話ではない。これは私たちが生きる社会の構造そのものへの問いかけだ。あなたが明日何の罪もなく逮捕されたとしたら、誰があなたを守るのか。証明できない無実を誰が信じるのか。この物語に簡単な答えはない。だからこそ考え続けてほしい。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。もしこの動画が心に刺さったなら、チャンネル登録と高評価をお願いします。次回もあなたが知らない真実をお届けします。